皆さんこんにちは。本物の外科医の北原博人です。今回の動画はアメリカ留学を志す学生医師必見の動画になってます。アレックス、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。チーム和田学生メンバー代表のアンダーソン・アレクセイジです。この企画では、在日米軍病院での日本人フェローシップについて、現役で活躍されている先生方にお話を伺っていきます。本日のゲストは、横須賀米海軍病院チーフフェロー、下田智成先生です。下田先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この度はこのようなご機会いただきありがとうございます。はじめまして、横須賀米海軍病院のチーフフェローの下田智成と申します。簡単な経歴ですが、2017年に筑波大学の医学部に入学し、2021年にチームアラの初代の学生メンバーとして加入し、渡米された先生方へのインタビューなど様々な経験をさせていただきました。2023年に筑波大学を卒業し、筑波大学附属病院にて初期臨床研修を行いました。2025年からチーフフェローとして横須賀米海軍病院にて勤務させていただいております。将来は臨床、研究、教育のすべてに全力で取り組む心臓外科医になりたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。本日はこのような流れでお話をします。まず、横須賀米海軍病院の場所についてとなりますが、神奈川県三浦半島の根元にあたる部分に位置します。東京からは電車で約1時間ほどの距離で、東京からのアクセスもかなりいい場所に位置しております。また、横須賀は観光地としても有名で、米海軍の基地周囲の軍港巡りや三浦半島の自然なども楽しめます。そして食の文化も大変素晴らしく、横須賀米海軍カレーの他にも、米国らしいタコス、ハンバーガーなどの有名店舗、ないし、横浜のラーメンなども結構堪能できる場所となっております。続いて、日本人フェローシップのプログラムについてお話しさせていただきます。日本人のフェローシッププログラムは、日本人医師を対象とした1年間にわたるプログラムです。横須賀米海軍病院の職員として、米軍の診療にチームの一員として関わり、研修をしながら、トランスファーとも呼ばれる海軍病院と日本の病院間の患者搬送業務に携わっております。プログラムの歴史となるんですけれども、1952年に設立されてから70年間も続いており、米軍フェローシップのプログラムの中でも最も歴史があるプログラムとなります。病院の規模としては、病床数が47床、そして救急診療科の体制ですが、救急の専門医が5人、ローテーションする体制となっております。フェローの人数は毎年6人で、選考方法などについても後ほどお話しします。フェローの勤務体制と業務内容からまず説明します。勤務体制は記載の通り朝の7時から16時までとなっております。で、オンコール体制は6人で交代することとなるので、土日の勤務としては3週間に一度土日がオンコールとなります。祝日は米国の祝日が主に休暇となります。我々の日々の活動となりますが、米国臨床現場でのハンズオンのローテーション、トランスファー、そして学術活動がメインとなります。その他に、日米合同の病院間の医療連携でしたり、同窓会の活動といった活動があります。次のスライドからそれぞれの活動について説明します。まず、トランスファーについてです。概要としては、米国の患者さんで当院にて対応困難な専門医療、高度な医療を必要とする方をフェローが日本の病院を選定して搬送を行うということになります。左図が、トランスファーの流れを示しています。まず、トランスファーが必要な患者さんがいる場合、米軍の医師が我々に連絡をします。で、担当医師と相談をし、カルテなどを一緒に確認します。その後、患者さんと直接お話をして、日本の病院への搬送が必要なこと、また医療制度や面会制度が異なるため、そういう際にで戸惑うアメリカの患者さんが多いということを事前に説明して了解を得ます。その上で、搬送先の病院に受け入れ依頼の、連絡をします。受け入れが決まってからは、転院に必要な書類準備などをし、搬送を行うという流れになっております。頻度としてはだいたい2日に1回ほどの頻度となっております。このトランスファーは、日本人のフェローが担う最も重要な役割とも言えます。特に横須賀海軍病院は日本本土に位置する米軍病院として最大な施設でもあるため、高度な治療を必要とする症例も多く、搬送内容も複雑なものも多くあります。同時に、
我々フェロー自身も大変勉強になる貴重な機会となります。ここから得られる経験となるんですけれども、まず、米国の医療スタッフないし患者さんと英語でコミュニケーションを取るため、臨床英語の力が上達します。加えて、日米での診療パターンの違いを両者の間、つまり狭間に立ち、円滑なコミュニケーションを図るため、両国の医療制度の違いを肌で感じることは、大きなメリットです。また、国も異なり、さらに異なる背景の患者さんとのコミュニケーションを学べるというのも大きなメリットです。搬送中は責任を持ち、患者さんに寄り添い、搬送業務に携わるということにより、患者さんに貢献するとともに、異なる背景を持つ患者さんがどう感じているのかということも感じる貴重な経験です。また、英語、日本語同時に用いて、両サイドの先生方のコミュニケーションのファシリテーターとなるため、交渉力ないし問題解決能力も学べると自分は信じています。研修のみにて、そのような国際医療に関わるというのは貴重な機会だと自分は思っています。次なんですけれども、横須賀海軍病院ならではの特徴として、臨床研修がかなり充実しているという点が挙げられます。専門家や興味のある診療科をもとに、フェローは希望に応じて診療科のローテーションをすることが可能です。で、専門家や興味のある診療科なんですけれども、こちら示している通り、診療科の多さも横須賀ならではのメリットとして挙げられます。まず、多くの診療科をカバーしているということもあり、どの診療科を専門とするフェローも自分の専門家で研修をすることが可能かと思います。また、同時に他の診療科、様々な診療科で研修を積むということにより、米国の医学生と同様、複数の科で米国式の診療を学ぶことができます。精神科や救急の診療科ということは、臨床英語や文化背景の理解において大変勉強になるかなと自分は感じました。また、フェローシッププログラムが何十年も続いてきたということもあり、米国の先生方、医療スタッフも日本人フェローの存在を認知していて、フレンドリーで教育的な先生が多いです。どの診療科をローテーションしても勉強になります。多くの診療科が揃っていながら、先生方と近い距離で交流を深められる環境です。トランスファーや、診療科のローテーションの他に、横須賀フェローシップならではのメリットというのは、毎週3回行われているヌーンカンファレンスという、学術的なカンファレンスになります。週3回と高頻度ではあるんですけれども、多くの、アメリカの先生方がフェローの教育のために時間を割いて教育をしてくださります。まず、医学ないし軍ならではの医学に関しての講義があります。また、歴史が長いということもあり、世界中で活躍されている OB の先生方がフェローで多いため、そういった先生からのレクチャーも受けることができます。また、ここ最近のプログラムディレクターの先生方のご尽力により、聴講する講義のみでなく、フェローが主体として発表する機会も多いです。モーニングレポートといった症例プレゼンに加えて、手術の術前や術後の症例のプレゼンをする機会があります。ここでは、米国の研修、つまりレジデンシーでよく行われる諮問形式での勉強をすることができます。また、医療面接や就職活動の面接の機会も豊富です。こちらに記載の通り、我々の発表や問診練習の機会にも毎回3人以上の先生方が時間を割いてくださるという大変教育熱心なシステムです。また、横須賀海軍ならではのフェローシップなんですけれども、渡米をするための援助に加えて、このような渡米後にも就職先の施設で順応するためのサポートが本当に手厚くなっております。キャリア支援についてさらに詳しく説明させていただきます。まず1年間のプログラム、つまり12ヶ月の間、毎日、米軍の臨床現場で診療の一員として勤務できるのは大きな魅力です。米国の施設にて見学をしたり、そういったことをすることももちろん貴重な経験だとは思います。ただし、横須賀のフェローシップではゲストとしてではなく、勤務している一員としてチームに貢献することができます。また、規模が比較的大きいこともあり、入院診療と外来診療に関わることができるというのもメリットです。また、プログラムディレクターの先生をはじめ、多くの先生方が我々フェローの長期的なゴールの支援をしてくださいます。その一環として、レジデンシーやフェローシップへの就職活動に加えて、渡航後も兼ねての米国の研修を規律している ACGME という教育機構があるのですけれども、そちらをモデルとした教育カリキュラムを練ってくださり、その下で教育をすることができます。
また、履歴書や志望動機書のアドバイス、構成なども受けることができます。就職の準備にあたっては、やはり委託業者などを使う方法というのももちろんいいんですけれども、何ヶ月も共に勤務して、仲良くなった上での添削になるため、我々が意図した内容ないし性格を知った上でのパーソナライズされたアドバイスをいただけるというのは魅力かと思います。また、その他にも ACLS や PALS、パルズといった認定資格も受けられて、特に ATLS といったアメリカの外商技科のプロバイダーの資格コースも受験することが可能です。これらの要素が詰まったプログラムの特徴をこちらにまとめました。まず、学術プログラムや臨床研修を通しての学び、そして、患者搬送を通しての医療貢献、そして歴史がある同窓会ならではのネットワーキング、この3本柱がこのプログラムの魅力だと自分は考えています。今回の動画でお話ししたように、研修講義、発表、トランスファーなどを通じて、米国の臨床現場にて臨床力を磨くことができます。こちらの活動は、レジデンシアフェローシップの入るためでなく、それに加えて、その後の準備にもなります。また、日米間の患者搬送を円滑に実践する力を培うことにより、高度なコミュニケーション能力、リーダーシップ、プロフェッショナリズムを体現して、日米の医療機関の信頼関係を深めることができます。また、70年間を超える歴史から、このフェローシップを卒業された OB の先生方500人以上いるということもありまして、フェローの OB の先生、大変教育熱心な方が多いんですけれども、そういった方々とつながれます。そういった多くの先生も留学医師ライブに出演されている方も多くいます。では次はどのようにこの横須賀のフェローシップに入れるかということについて説明したいと思います。詳しくはホームページ、スライドの下に記載のところから見ていただければと思うんですけれども、応募要件です。USMLE、米国の医師免許は必須ではないです。ただし、多くの横須賀のフェローは USMLE のステップ1は持っていることが多いです。ただし、円滑な患者搬送を実現するためには、日本の医療知識も必要っていう背景もあるため、応募時に初期臨床研修は終了見込みである必要があります。また、日本語、英語で円滑にコミュニケーションをとり、チームの一員として協働できることは重要です。その一環として、英語の試験はある程度点数が記載の通り必要となっております。流れですが、7月に書類の応募を開始します。で、面接は8月に行われます。合格した場合に、次の年の4月から1年間のフェローシッププログラムが開始します。毎年やや日程などは異なりますので、ホームページを適宜ご確認していただければと思います。また、当院のフェローシップに興味がある方のため、エクスターンシップという1年間、1週間の研修の期間が設けられています。毎年7月頃になるんですけれども、1週間、当にてローテーション、ないし週3回開催されているヌーンカンファレンスに参加することが可能です。見学のみでなく、米国の医師の指導のもと、診察にハンズオンで取り組むことも可能です。応募は毎年5月に締め切りで、提出書類は記載の通りです。こちらですが、参加費はかからない1週間の米国の臨床を堪能できる素晴らしい機会だと思います。また、フェローシッププログラムに興味がある方にとっては、プログラムディレクターの先生方に自分がどういう人物か示し、また、フェローシッププログラムに応募する上でどのような経験を積むことができるかとわかる貴重な経験だと思います。次はオープンハウスについてです。毎年7月に2日間開催しております。こちらはそれぞれ半日のイベントとなっており、ヌーンカンファレンスへの参加、病院見学のツアー、そしてプログラムについての Q&A と懇親会といったプランとなります。エクスターンシップと比較して、米国の臨床現場やプログラムについてのエクスポージャーはやや減ってしまいますが、人数制限もこちらは特になく、医学生の低学年から医師の方まで全員参加することが可能です。個人的な見解とはなりますが、特に医学部の低学年の方で興味がある方にとってはとてもメモラブルな一日になる貴重な留学体験、日本でできる留学体験かと思います。最後にですが、フェローに求められる人物像についてお話しします。ここにある4つの要素を総合的に評価していると思います。まずトランスファーの業務ですが、こちらは日米の言語の壁のみでなく、診療方法やスタイルの違いを国をまたいで行うこととなります。そのような状況を乗り越える能力、つまりベーシックな英語力、適応力などが必要です。また、
普段の医療行為に加えて、トランスファーを通して国をまたぐ診療に関わるために、プロフェッショナルな姿勢も常に必要です。さらに、問題などが生じた場合のリーダーシップも必要となります。また、それを通して明確なキャリア目標も必要かと自分は考えております。そして、このプログラムに対して将来貢献意欲があることも重要な要素だと思われます。長期的に価値を還元することができる人物像というのを評価しています。また、そういったことを可能とするための学習意欲、そして人として目標に対して成長を続ける一貫性、そして柔軟性は重要です。最後に、今年度の同期のフェローの先生からのメッセージをご紹介します。今年も本当に素晴らしい同期の先生に恵まれており、毎日共に協力し、刺激を受けながら、同時に職場外でも本当に仲良くさせていただいております。まず一つ目ですが、たとえ米国での臨床を考えてなくても、ぜひオープンハウスやエクスターンシップを通して経験してみてください。ご応募お待ちしておりますという声もあります。また、他に、下のメッセージですが、こちらは日本で後期研修を終えてからフェローをされている先生となりますが、日本の忙しい臨床現場を1年間離れることに最初は不安もありましたが、半年経った今、このプログラムに参加して本当に良かったと感じています。医師としてでなく、人としても成長できていると実感しております。といったような声をいただいております。ご清聴ありがとうございました。下田先生、大変勉強になる発表ありがとうございました。チームは学生メンバーの OB として活躍されている姿に学生一同いつも刺激をいただいております。それでは、フェローシップについて2点質問がございます。まず1つ目に、フェローシップに向いている人、そうでない人の特徴をズバリ教えてください。質問ありがとうございます。向いている人とそうでない人ですよね。ですね、まず、フェローシップに向いている人としては、先ほどスライドで求める人物像というスライドがあるんですけれども、そちらで説明させていただいた内容が該当すると思います。また、重要なこととしては、その3本柱について説明もあったと思うんですけれども、学術プログラム、円滑なトランスファー、そして同窓会といった3つの要素で活躍できる人が該当するかと思っています。また、これは個人的なアドバイスになるんですけれども、大変フレキシブルなプログラムでもあります。なので、一人一人のニーズに合った学習、成長の可能性を最大限にするプログラムでもあると思うので、何を学びたいか、そしてある程度のゴールを持って入ることが重要かなと考えています。また同時に、機会に大変豊富で出会いや巡り合わせもたくさんあるプログラムなので、ゴールに固執しすぎずに、そのような出会いや学びに気づくことができる人には最適だと自分は思っています。で、向いてない人というのはちょっと難しい質問ではあると思うんですけれども、やはり、この話からわかる通りに、共同作業がかなり重要な、プログラムではあるので、共同作業が苦手な方には少し難しいかもしれません。続いて2つ目の質問です。フェローシップ中に印象に残ったことや勉強になったエピソードありますか？ありがとうございます。そうですね。一番っていうのはかなり難しい質問だと思っていて、例えば、日米の臨床の違いだとか、患者さんに感謝されたとか、すごいメモラブルなエピソードや学んだことはあるんですけれども、ただし、常に横須賀米海軍のフェローシップに来てよかったとは思っていて、まず学術面から言うと、日米の臨床の違いを多方面から分かるというのは興味深い、ここならではの経験だと思っていて、狭間に立って俯瞰的に両方の制度について学べるというのは素晴らしい環境かと思います。で、また、困難なトランスファーなど感謝されるというのも大変嬉しいことです。で、またその他に最後に言いたいこととしては、プログラムディレクター、その他の先生方、ないし素晴らしい同期のフェローの先生方と毎日1年間、時間を過ごせるというのは一番の収穫かなと思っていて、自分も米国への就職活動をしていて、いろいろなその大変な状況や心配不安がすごくあるんですけれども、そういった状況を真摯に応援してくれる環境、そしてお互い支え合って共に成長できる環境というのがすごい嬉しく思っています。で、最後にですが、その6人という人数がすごい自分は気に入っていて、多様性がありながらまとまりがあり、今年のフェロー、本当に仲良くさせていただいており、本当に毎日幸せに、頑張って過ごしているので、ぜひ、検討していただければと思います。私からの質問は以上です。本日は横須賀米海軍病院チーフフェローの下田智成先生をお招きし、フェローシッププログラムについてお話を伺いました。ご視聴いただいた皆様、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。
また、チームまだ学生メンバーも随時募集しております。詳しくはチームまだホームページからお気軽にお問い合わせください。それでは次回の企画もどうぞお楽しみに。